皆さんこんにちは。チャプターズブックスター書店主の森本萌乃です。はい、今日は本を紹介したいなと思ってるんですけど、まずは身近なチャプターズニュースからいこうかなと思います。チャプターズを運営している私たちの会社ミッションロマンチックが6歳を迎えました。いやーすごい、もう子供だったら小学校かと思って、お受験をしてるね、慣れない清掃した6歳5歳を見ながら、なんかうちの会社って体積でいくとこれぐらいなんだみたいなことを最近すごい見かけると考えちゃいます。あんまり実感ないんですけどね、でも続けてこれてよかったなと思って、引き続きね、ちょっと YouTube もですけど、本業のチャプターズの本屋さんで本との出会い、そして皆さんの恋愛をお届けできる本屋さんとして頑張ろうと思います。あとはそうだ、私帯状疱疹が2月出ちゃって、なんか前の動画でちょっとウィンターブルーっていう話もしてたんですけど、心身ともに参った2月でしたね。でもうなんか全然やる気が出なくて、なかなか本も読めない中で、久しぶりに見かけたふっと目があった本棚にある好きな本を手に取ったら、すごい入ってきて、元気ない時好きな本の再読いいなって思いました。元気ない時って思考停止しちゃうから、それした方がいいって分かってるのにやらないんですよね、意外と。でも私そういえばいつもそういう風に乗り越えてたな、自分のメンタル落ちてる時って思って、おすすめです。もしちょっと今元気ない人とか、同じくウィンターブルーでまだちょっと長引いてる人、あともう花粉がね辛すぎて3月で気持ち的にもちょっと落ち気味の人は、好きな本もう一回読んでみるのすごいおすすめです。で、本日の動画のテーマいってみます。今日は3月8日国際女性デーにちなんで、今女性に読んでもらいたいお仕事小説を紹介していきたいと思います。この3月8日の国際女性デーは、アメリカで黒人女性が選挙権を求めてデモをした日に起因していると言われてます。で、日本だとね、もうすっかりミモザを飾る日みたいになっちゃってるんですけど、私自身6年前にね、それこそ起業して、ここまでいろんなことを感じながらも、元気にやっている中で、女性リーダーがすごい珍しいってことを自分がなってみて本当に感じるし、そういった着眼点でニュースを見てみると本当にそうなんですよね。やっぱり女性の社会進出進んでるって言っても、国会女の人少なすぎないとか、どれだけ経営者の人と会っても女性っていうだけでちょっともう親近感生まれちゃうぐらい、やっぱ男性社会未だに。なので私はこの女性起業家、そして書店主という立場から、この3月8日の国際女性デーは発信を、すごく小さな力かもしれないけど続けていきたいと思って、数年前から動画だったりイベントだったりをやっています。去年ちょうど出した明日は起業日という私の実体験を元にした小説も、実は国際女性デーに出版して、すごく自分的にはその日にこだわりました。社会のルール見てみても全然まだまだ変えられるものあるなと思ってて、例えば産休とか育休も当たり前に取ってますけど、取るときにちょっと申し訳ないって思っちゃってませんかね、女性たちみんな。でも申し訳ないって思うその理由なんだろうと思うと、やっぱ周りの人への負担がかかっちゃう。だったら周りの人のケアも含めてやらないと、産休育休ってもっと制度として安定していかないよねとか、あとはやっぱりどこまで行っても女性のルールみたいなのがあって、男性が取るとなんか拍手みたいなね、ちょっと風潮もあったりして、もっともっとそこを当たり前にするために社会全体でルール変えなきゃいけないと思います。そういったところって向き合うべきは、男性がもっと考えを変えてくれとかじゃなくて、もう男女関係なくみんなで変えるのは社会の制度なので、なんかそうした発信を私はできる限りしていきたいし、日本だとそういう話するとちょっと強そうとか気難しそうみたいに思われる雰囲気もありますが、私はその話をあえてしたいし、ポジティブにみんなも変わろうじゃなくて、私は発信を続けるよっていうスタンスをこの国際女性デーにね、ずっとやり続けたいなと思っており、特に好きな記念日です。はい、なんかね、ミモザ飾って楽しいのもいいんですけど、あともうちょっと先行きたいなと思う中で、やっぱり本って一番簡単に社会課題に触れられる第一歩になると思うんですよ。まずは知ることから。知っちゃうと落ち込むこともいっぱいあるけれど問題があるから、私の周りの尊敬する人たちはみんな知るってこと大切だっていうふうに言うので、まずは知ることから始めたいなと思って、今日は本の紹介をしていきたいと思ってます。はい、それでは今日の選書テーマいきます。国際女性デーにちなみ、毎日を頑張って働く女性に送りたい今読みたいお仕事小説です。イエーイ。そして今回
年末に好評だった選書ボックスとしてチャプターズからも限定発売するので、この動画を見て本が気になったら自分でご自身でご購入いただくのも嬉しいですし、チャプターズのこの限定ボックスでね触れていただくのも大変嬉しいなと思います。それでは行ってみます。今日伝えたいこといっぱいあってノート書きました。久しぶりに。やっぱ PC よりね頭整理するとき手書きの方がいいですね。それでは1冊目こちらです。畑野智美さんの神様を待っているです。はい、こちらまずあらすじからいきたいと思います。文房具メーカーで真面目に働いていたのに派遣切りであっという間にホームレスへ転落した26歳の主人公。漫画喫茶に寝泊まりし街をさまよううちに楽な稼ぎ方を教わるが、こうなったのは自分が悪いのだからと誰にも助けてを言えない。私はどこで間違ったのだろうか。貧困女子を描く圧倒的リアル小説です。これ今ちょっとね限定カバーで可愛くなってるんですけど、私が手に取った時ってこの元々の想定だったんですよね。で女の子がこれ未来を見つめたちょっと希望の瞳かなと思ったら、あらすじを読んでそして本を読んで改めてこれ見た時に、これってもう終わったっていう、絶望の眼差しなんだなっていう、想定に持つ印象もだいぶ変わりました。人って本当にパニックになったりピンチになったり元気がない時って目がちょっと白っぽくなってガラス玉みたいになるじゃないですか。なんかあの感じなのかなとか、自分もだし周りでそうなってる人見たこともあるから、なんかずっと胸がギュッとしましたね。若者の女性の貧困の話で、何がすごいってこれ普通に大学を出て普通に働いていた人に起こった話という設定なんですよ。なので自分にも全然起きるなと思って、貧困って言葉を聞くと発展途上国の食べ物を食べられない子どもたちとか、なんか全然違う風景をイメージしちゃうけど、じゃあ自分もありえるなこの先って思って、一言とは思えず一気に読み進めました。で今回今読んでほしいっていうことで2冊紹介するんですけど、裏テーマが連帯と祝福っていうのをちょっと掲げました。なのでこっちは連帯をどこかで感じられるもののきっかけになればいいなと思って選んでます。この本、貧困がある日突然やってくるんじゃなくて、一つ一つの選択が貧困に近づけているんですよ。で会社をクビになってしまって、でそこで取った行動が、まず家賃を削らなきゃいけないから漫画喫茶に仮住まいして、そこが自分の住まいになっちゃったりとか、あとは仕事がないからとにかくまず働かなきゃっていうので日雇いバイトをしていたけれど、そこの賃金の安さと重労働に耐えられなくなって出会い喫茶で働くようになったりとか、昔からのいい友人がいるのに今の自分の状況恥ずかしくて言えなくて、その場であったその場しのぎのお互いに対価を求めるような友達とどんどん近くなってしまったりとか、一つ一つが貧困とかその取り返しのつかない人生につながってるっていう、静かな破滅の足音っていうんですかねが聞こえてくる小説としても素晴らしい作品で、社会問題を考え始めるのにもぴったりだなと思いました。社会問題、女性のキャリアとかいろいろ考えるときにもう正直たくさん本あるんですよ。で今回選書悩んだときに、でもこれって多分誰もが日本で普通に働いてたら一番自分だったらとか自分の周りだったらみたいなことを考えやすい気がして、この本にしました。あえてかなり近いもので社会課題を考えていくことを始めたいなと思った一つです。はい。で私好きな言葉を見つけたら結構そこを音読して自分の体の中に入れたいという本を楽しむ時のすごい楽しみがあるんですけど、今回はこの子たちたくさんのその出会い喫茶で出会う女性たちの思考が全然私に追いつかなくて、それを知りたくて鍵括弧のこの対話を声に出して読んで、その気持ちをもうちょっと理解できるようにっていう形で読書してみました。そしたらやっぱり見えてくるものはあったり、私だったらここでこういう声かけをしたいなと思うものがあったりとか、全然お勉強的なものではないんですけど、なんかそういう待って思考が私追いつかないから会話読んでみようって思った読書が初めてでした。でこの本正直結構暗いので、その、ね、女性の若年の貧困ってね課題としてももう分かると思うんですけど、こうお仕事小説とか毎日頑張ってる女性たちに紹介するのすごい悩んだんですけど、決してこの本を届けてこう自分が恵まれてるなって思ってほしいわけじゃないです。
こう自分がもしかしたらこうなるかもしれないなった時に正しい選択をしてほしいし、もしかしたら周りにすでに予備軍だったり、いつか本当にずっと仲良くしてた友人がある日突然こう連絡が途絶えて、自分にも言えないぐらいの悩みを抱えてしまうことが出るかもしれないと。その時にきちんと手を差し伸べられる自分でありたいよねっていうことも込めて選びました。なのでみんな自分がこれ読んですごい幸せだ毎日頑張ろうなんて思わないでください、社会が悪いんだし、社会を変えなきゃいけないし、私たち一人一人には社会を変える力があるから、小説としても面白く読んでほしいし、これすごい綿密に調査しないとこんなに細やかに描写書けないと思うんで、これをフィクションとして、消化せずみんな自分自身の生活に少し生きるものがあればいいなと思ってこう念を込めて送ります。はい、これが神様を待っているでした。そして続いての作品、これですね、女神のサラダ、滝輪麻子さんです。これたまたまカミカミ続きでしたね。なんかちょっと楽しそうな感じが神様って持ってるけど、こっち結構その裏テーマ連帯と祝福の連帯だとしたら、こっちはかなり祝福系です。もうみんなお疲れっていう、これを本棚に置いてみんな自分自身をいたわってほしいという気持ちで選びました。はい、ではあらすじいきます。激務で心身ともに疲れ果てた佐穂は東京の会社を辞め群馬県の農家に転職した。しかし一流企業への就職を喜んだ両親には言い出せない。そんなある日、農園主から思いがけない言葉をかけられる。三流子大生、シングルマザー、農家の嫁、女社長、それぞれに事情を抱える8人の女性が農業を通じて成長と変化を遂げる読むサラダ短編集です。はい、これ以前の動画でも紹介したことがあるんですけど、なんで今回入れたかって、なんか今届けたい本にすごいぴったりだなと思ったからです。これは、9つの短編集からなっていて、例えば第1章夜明けのレタスから第2章ナスとコーヒーでダーッといって、例えばレモンの嫁入りとか、最後はトマトの約束。この育てるお野菜とか果物は違えど全員農家で働く女性たちにフォーカスしたお話になってます。でこれは本当にね、規則正しい生活をして、朝早く起きて体を使って収穫してご飯食べて、もう疲れたようにもう倒れるように眠る、この毎日を繰り返している農家の方の生活に触れると、読んでるだけでちょっとデトックス効果があるなと思って、頑張ってる自分の生活を整えようって結構難しいじゃないですか。みんなよく頑張ってるよっていうことで、もうなんか読むだけでちょっとこう空気が明るくなるというか、私自身もかなりエネルギーチャージされたんで、そういう意味で今回選びました。あまりにもちょっと神様を待っているが暗く考え事が続いちゃう本なんで、その相性もね、この神々続きでこっちの女神にちょっと救われてほしいなと思います。でこっちに出てくる女性たちもたくさんの課題を抱えているんですけど、それぞれにみんな自分の進むべき道を見つけていきます。でその中にあるその農園という舞台だったり、お野菜とか果物がすごいみずみずしくて、本当にこの読むサラダってよく言ったなってこう思う、感心するっていう読書体験も楽しんでほしいです。でやっぱりこれ9つの短編なので、もうどこに行ってもみんな読めるなと思いました。通勤中読む方も、お仕事の休憩中に読む方も、で読書は眠る前だわとか休日一挙見だわという方も、いろんな方の生活シーンをイメージして短編ちょっと1個入れたかったんで、こちらを選びました。はい、この雰囲気の違う2作を今回紹介しますので、今年の国際女性で今読みたい連帯と祝福を裏テーマに選んだお仕事小説、ぜひ手に取ってもらえたら嬉しいです。はい、ということで今回年末に好評だったボックスをうちでも販売したいと思います。前回は美容液オイルをつけたんですけど、今回もねやっぱり本だけじゃちょっと寂しいなと思って、みんなに届いた時にもっと優しくて楽しい気持ちになってほしいと思ったので、今回もギフトを添えました。こちらです。超豪華、フランスのオーガニックブランドメルビータさんのこちらオイルインハンドクリームと、このキルティングが可愛い非売品です。アクティブポーチをプレゼントしたいと思います。はい、やっぱり読書にはハンドクリームだなと思ってこちらを入れます。でこのハンドクリーム保湿力抜群で、もうちょっとの量で伸ばせばすごい持続力あるんで、私乾燥肌なんですけど、もう早速日々使っていて完全に愛用してます。
私肘の方までつけてるかも。ここもねカサカサしやすいんでこの辺までつけて、で香りもあんまり好き嫌いに分かれない、誰もがねつけやすい香りなので、主張も強くなくてどんなシーンでも使えるなと思います。でこの成分がですね、アルガンオイル、シアバター、サンフラワーオイル、ビーワックスとね、このオーガニックブランドメルビータさんならではの素材にこだわった保湿成分が入ってますので、これ一緒に読書の時間に楽しんでほしいなと思います。そして一緒に入れるポーチなんですけど、これメルビータさんのポーチなのでもちろんコスメポーチとして多分万能ですし使う方多いんですが、なんか私本と一緒に入れたらいいなと思ってこの大きさを見た時にピンときました。今回選んだ2冊ももう余裕で入りますし、このハンドクリームも入れて、あとねあと1冊ぐらい入ると思うし、リップクリームだとシュシュとか入れて自分の通勤カバンの中にこう入れとくみたいな女性がいたら嬉しいなと思って、そんな気持ちで届けたいと思ってます。はい、でこの本2冊とアクティブポーチとオイルインハンドクリームのこのセットと、あとはチャプターズの選書をねこの機会に楽しみたいわっていう方のためにもう1種類チャプターズの選書を添えたセットとチャプターズの選書ありなしでご用意してみました。でこれはその冒頭に私がお話しした2月に読んでものすごい元気をもらった、再読して私のウィンターブルーを救ってくれた過去選書を入れます。でたまたまこれも女性主人公で人生に関わるちょっと気づきをくれる小説だったので、あ、ぴったりじゃん国際女性デーと思ってこの本は一瞬で決めました。これあらすじは女性主人公が婚約破棄されてしまうシーンから入って、そこから自分らしさを見つけていくっていうお話なので、この読後感すごい爽やかなのでこう前向きに春を迎えられるんじゃないかなと思っておすすめです。でね、チャプターズのお客様は多分この本読んだことある方も多いかなと思ったんで分けてみたんで、この機会にチャプターズの選書楽しんでみたいわ、ちょっとやってみたいわって方はぜひこっちのチャプターズ選書付きセットでねお申し込みいただけたら嬉しいです。はい、そうだ余談なんですけど、この本最初に出会ったのが30歳の時かなに読んで、すごいいいじゃないと思って、で今回35ですよね、もう35を手前に読んだらそれでもやっぱ良かったんで、多分 2,30 代誰でも刺さるんだと思う。でもう金言だらけで、もう多分私に刺さったところは私に刺さったし、みんなはどんなところにこうハッとしたり気づきを得るんだろうなっていうのをお届け前からねすごいワクワクしている本です。なのでこんな感じで、こちら気になった方はチャプターズの選書付きセットを選んでみてください。はい、本当にねポーチ変わるとちょっと気分も上がるし、新生活始まるなって感じするんでね。結構もう4月1日って大学卒業までは新しいことがいつも始まってたのに、社会人長くなってくるともうただの一日になっちゃうじゃないですか。だからこう自分で意識的に何か新しいものを取り入れるっていうことでいくと、読書したりポーチ変えたりハンドクリームでちょっと新しい香り入れてみたり、なんかこうみんなの生活がちょっと楽しくなればいいなと思って願いを込めて送ります。はい、で前回これ試しにみんなにボックス届けてみようと思ったらもう1日で完売しちゃったので、もし欲しいなって見てね思ってくださった方は早めのお申し込みがおすすめです。はい、あとチャプターズ今月は本体のサービスの方でもメルビータさんとご一緒していて、こちらのコスメの3点セットをサンプルでお付けしてます。これもすごいメルビータのヒット商品ばっかり入っているので、このオーガニックコスメとか素材にこだわることの良さみたいなことに向き合うにはとってもいい機会だと思うので、チャプターズもぜひ気にしてみてもらえたら嬉しいです。はい、じゃあね本当にもう毎日毎日働いてる女性の皆さんお疲れ様です。そして社会をね一緒にちょっとずつしか変わらないから、みんなで変えられるように連帯しながら、そして自分自身みんなを祝福しながら前に一緒に進んでいけたらと思います。それではまた次の動画で会いましょう。ボックス申し込みお待ちしてます。失礼します。